いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は久々の旅行動画になります。旅行に行ったのは2月の中旬となるので、宿泊先の食事内容などに多少違いがあると思いますが、泊まりに行く際やこの宿が気になっていた方の参考にしていただけたらと思います。また今回お世話になるお宿の場所は土井で、西伊豆に行った時に毎度こだわっている綺麗な夕日もついに撮ることができたので、そのポイントなども含めていろいろと紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。そして目的の旅館までもう少しのところまでやってきました。今回行く旅館は目の前を通ることが何度もあり、ずっと気になっていたところだったんですよね。普段ご覧いただいている方はご存知の通り、このチャンネルはグルメ動画なので、食事の部分をメインに見てて疲れない程度にサクッと紹介していきます。またチャンネル登録がまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただけると今後の動画作成の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。そんな話をしているうちに目的のお宿に到着しました。誘導員さんがいるのでそのまま玄関手前に突っ込みます。そしてこちらの場所ですが、伊豆半島でいうとあの赤いマークの場所になり、伊豆縦貫道で行く場合は月ヶ瀬の信号を西伊豆土井方面へ直進、その後はひたすら道なりに進み、土井中浜の信号を松崎西伊豆方面へ曲がり、少し進むと左側に土井金山があるので、そのまま直進すれば右側に目的のお宿が見えてきます。今説明した通りで来た場合はこちら側から来ることになるので、建物も目立ちますし、通り過ぎる心配はまずないと思います。今回はいつもの旅行に比べると比較的近い場所になるこちらのお宿は、伊豆市土井にあります土井温泉畳の宿湯の花亭さんです。チェックインの時間は15時からで、チェックアウトは10時になります。またこちらには修善寺駅からもバスが出ており、湯の川で降りれば湯の花亭さんすぐ目の前になります。また駐車場もすぐ近くにありますが、車で行った場合は基本的にスタッフさんが駐車してくれるのでお任せで大丈夫です。今回のお宿はどんな感じがサクッと紹介していきます。それでは行ってみましょう。お世話になります。こちらの湯の花亭さんは畳の宿というだけあって、日本で一番畳にこだわった旅館となっており、館内の通路はもちろんエレベーターの中や大浴場どころか浴槽の中まで畳を使うほどのこだわりよう。湯の花亭さん全館で使われている畳の数は驚きの4322畳、すごい数ですよね。そして建物のすぐ裏には海があり、夏は部屋から水着のまま砂浜に出ることができるみたいですよ。そしてこの場所で一通りの説明を受けたところで、夕食時にいただくドリンクをこの時点で注文しておくシステムのようです。確かに先に注文しておけば食事と同時に準備できて効率が良さそうですよね。あと女性用の浴衣も大量に用意されており、その日の気分に合う浴衣を見つける楽しみなどもあって良さそうですよね。ちなみにお子様用の浴衣とジンベエも用意されてました。楽しい気分が高まりすぎたり調子に乗って飲みすぎたりして、掛け軸のようにはだけないように気をつけなきゃですね。他には入り口正面左側にお土産屋さんもあります。中に入ってぐるりと一回りしたところ、この売店の人気ランキングなどもあり、何を買おうか迷った時にはちょっとした参考になって良いですね。あとは前にも見たことある伊豆でしか飲めない牛乳の自販機があったり、有料で利用できるカラオケルームもありました。また先ほど説明した畳についての説明文もあり、畳のコンセプトは殿様気分、お姫様気分を満喫してもらうためのもののようですね。それではお部屋に向かいたいと思います。エレベーターの中まで畳が敷いてあることは事前に知っていましたが、いざ目の当たりにするとちょっと感動すら覚えますね。そして今回宿泊するお部屋は4階になります。エレベーターを降りたら通路やちょっとした隙間、階段の踊り場まで畳が敷いてあります。それでは部屋を見てみましょう。ちなみに靴はこの旅館に入ってすぐのところで脱いでいるので、このスペースまで畳が敷いてあります。ちなみに今回予約した部屋は一般的な畳10畳のプランだったのですが、平日に行くメリットもあり料金は安いし、20畳近くある大きな部屋を用意してもらえたりといいことずくめです。そして何より良かったのがこの広縁から見る最高の景色です。この日は出発した時点では若干雲がありましたが、旅館に到着した頃にはほとんど雲がなくなっていたため、最高の夕日を見る大チャンスが巡ってきました。夕方になるのが楽しみです。ちなみにお部屋の中はこんな感じになっております。確かに純和風旅館といった感じです。設備はそこまで大きくないテレビがあり、その横には1階やお土産コーナーにもあっただるまに畳屋さんの手作り消臭剤、ちなみにこの日の堂ヶ島の遊覧船は欠航のようです。あと冷蔵庫にはドリンクが入っており、最後に清算するシステムです。他には金庫に広縁に椅子とテーブルがあります。
また部屋に入ってすぐ左側のこのドアの先には洗面台があり、ここも畳が敷かれてます。この洗面台の正面は浴室となっており、浴室には浴槽とシャワーがついています。洗面台の奥がトイレになってます。そしてトイレの中まで畳が敷かれており、便器の前だけではなく茶色の部分も畳でした。再度部屋に戻り、休憩がてら伊勢海老のお菓子をいただいていると、問いのところてんのサービスもいただきました。さっぱりして美味しかったです。あと先ほど外の景色を見た時に若干気になったことがあり、スタッフさんにこの部屋から夕日が見えるか聞いたところ、今の季節は左側の山の部分に日が落ちるため、夕日が海に沈むところはここからでは見えないとのことで、砂浜を少し歩けば見ることができるのではないかと教えていただきました。確かにこのまま日が落ちたら沈むところは全く見えそうもありませんね。今まで西伊豆旅行でここまで雲一つない天気に恵まれたのは初めてなので、何としても写真と動画を撮りたいと思います。というわけで日が沈むまで少し時間があるので、この旅館の周辺で時間が潰せるところがないか散歩でもしながら探してみたいと思います。すぐ近くに土井金山があることを思い出し、早速やってきました。ここに来たのは十数年ぶりで、前に来た時には砂金取りをしたのも今や懐かしい思い出。この動画を作成中にその時の砂金が残ってないかちょっと調べたところ、しっかり残ってました。中の水は完全に蒸発しちゃってましたが、砂金は4粒残ってました。この4粒で 1g ぐらいありませんかね。それにしても物持ちの良さに自分でもびっくりです。今では当時に比べて金の価値も相当上がってるので、ここの砂金取りで一攫千金を狙ってみるのも面白いですよね。ちなみに当時も一攫千金を狙ってやったのですが、結果は4粒。当時はランキング表みたいのがあって、30粒近く取ったつわものがいたのも覚えてます。30粒も取れたら2から 3g ぐらいありそうですよね。で、話を戻しますが、ここには鯉のおやつがあり、鯉が物欲しそうな顔をしていたのでちょいとプレゼントしたいと思います。この鯉のおやつも未だに残ってるんですね。そして鯉たちに大盤振る舞い、少しは満足してもらいましたかね。そしてこの土井金山では砂金取り体験の他に金鉱巡りなどもありますが、今回はあまり時間がないのでお土産コーナーを見に行きます。ショップには金運が上がりそうなアイテムがたくさん。そしてお目当てはこれ、まだ持ってない仕上がってるシリーズを購入します。というわけでそろそろ浜辺へ向かいたいと思います。だいぶ日が傾いてきたので、夕日が海に沈むところが見える場所まで移動します。まだもう少し先まで行かないとダメそうですね。そして海沿いを歩いてて手頃な石を発見したら、ついつい水切りをやりたくなりますよね。下手。20回ぐらい水切りするかと思ったのに全然ダメでした。ふと後ろを見ると大きな建物があり、上には人がいたので私も上がらせてもらうことにしました。階段を上がるとテラス席があり、雰囲気の良い BGM が流れてました。このまま10秒ほど実際の音をお楽しみください。雰囲気の良い柔らかな BGM に波の音と最高の景色、ついに満足のいく夕日を撮ることができました。せっかくなので夕日が完全に沈むまで写真と動画を撮り、この景色を共有したいと思います。日が沈むまで少し時間がかかるので、程よくカットと早送りでお送りします。それでは夕日が沈む様子をお楽しみください。いかがでしたでしょうか。なかなか良いものが撮れたのではないかと思います。ちなみに写真でのベストショットはこれとこの2枚で、沈んだ直後も一応撮ってみました。
満足のいく写真と動画も撮れたことですし、夕食の時間も迫っているので、そろそろ旅館に戻りたいと思います。少し暗くなってきた時間帯も雰囲気があって良いですね。そして部屋に戻ってきました。部屋に戻った時には周りもだいぶ暗くなり始めてます。この時間はまた別の良い雰囲気がありますよね。というわけで夕食のお時間です。湯の花亭の夕食です。こちらでは水の海の幸と山の幸をふんだんに盛り込んだメニューを用意しており、ベテランシェフが四季折々の素材を生かした料理を作っているとのこと。ちなみにこの夕食は一人一つのアワビの踊り焼きと金目鯛の姿煮などがついたスタンダードな料理となっており、他にもいろいろなプランや有料で一品料理なども追加することができ、一品料理では伊勢海老のお造りや鶏ガラ焼きやボイル、サザエの刺身やつぼ焼き、タイの塩焼きやズワイガニの盛り合わせがあるようです。ただこのスタンダードプランだけでもアワビとタイの姿煮以外に前菜、お刺身に鍋やデザートもあるので、かなり満足できると思います。ちなみにこれはお味噌汁です。後ほど取り分けます。そして来ました、最初の館内説明の時に注文しておいた生ビールです。続いては前菜5種類に山菜の煮物に茶碗蒸しのような、これは山芋のとろろ蒸しです。滑らかで優しい口当たりの蒸されたとろろとあんかけとの相性が抜群で美味しいです。続いてはお刺身です。お刺身はマグロにイカ、エビなど5種類あり、見るからに鮮度抜群のお刺身は弾力もあってとても美味しかったです。続いては白身魚の揚げ物サラダです。白身魚はふっくらと柔らかくてオリジナルのドレッシングとの相性が良く美味しかったです。続いてはアワビの踊り焼きです。焼いたことでふっくらとした身はバターをのせてレモンをかけて食べたら幸せ以外の何物でもない美味しさで、肝の部分も美味しくいただきました。続いてはお鍋料理です。手頃なサイズで食べやすく優しい味付けで美味しいです。パッと見は小さく感じますが、ここまでいろいろと食べてるのもあり適量といった感じです。続いては金目鯛の姿煮です。お腹もだいぶ膨れてきたので、可愛らしいサイズでの金目鯛はある意味助かりました。サイズは小さくても身はふっくらして美味しかったです。ここでご飯の登場。いつもより若干控えめな量でいただきました。そしてすっかり忘れてたお味噌汁は思いっきり沸騰しちゃってましたが、全然問題なし。山盛りご飯と残ったおかずと一緒に美味しくいただきました。最後にデザートが出て夕食は終了です。デザートは桜杏仁豆腐、香りがよくとても美味しかったです。食後は少し休憩してからお風呂に行きたいと思います。大浴場は7階にあり、脱衣所はもちろん浴室内まで畳が敷かれてあり、驚いたのは露天風呂の浴槽の中にまで特殊な畳が敷いてありました。お風呂の様子はさすがに撮ることはできないので、湯の花亭さんのホームページより画像を引用させていただきました。右上の男性露天風呂のお風呂の中が畳っぽいのが見えますかね。お風呂でしっかり温まったら部屋に戻り、少しだけ飲み直して、あとはゆっくり休みたいと思います。この日は良い景色も見れたし、美味しい料理もいただけたし、良い夢が見れそうです。それでは数秒後にお会いしましょう。おやすみなさい。おはようございます。年を重ねるごとにだんだん睡眠時間が短くなっている竹千代です。そして毎度のごとく朝食の時間よりだいぶ早く目が覚めました。少し明るくなってたので外の様子でも見ようと思ったら、この日の天候はあまり良くなかったので、前日の天候の良さはかなり運が良かったのかなと思います。曇り空でも景色の良さは相変わらずですね。というわけで一気に朝食まで飛ばしたいと思います。湯の花亭さんの朝食です。朝食はがんもどきに卵焼き、お漬物に自家製豆腐、かまぼこ、梅に小鉢2種と焼き魚、おひたしとわらび餅にちょっとしたお刺身に昆布の佃煮、お味噌汁と山盛りご飯です。朝から絶好調のご飯の量となってます。全体で見るとこんな感じ。体に優しいバランスの取れた良い朝食といった感じですね。ちなみにお味噌汁はあら汁、豆腐、わかめから選べるとのことで、あら汁でお願いしました。朝からがっつりいただき、お腹いっぱいになり大満足な朝食となりました。食後は少し休憩した後、再度大浴場と露天風呂にゆっくり浸かって日頃の疲れを癒してきました。あとは帰り支度をしながらチェックアウトの時間までゆっくりします。
窓から外を見たら清水と土井の行き来する船がこちらに向かってきてました。そういえば前日の夕日を見た建物の位置ですが、あの黄色の矢印のところになります。この宿から10分程度歩いたところにあるので、もし同じような夕日が見たい場合はあの場所まで行くことをお勧めします。そろそろチェックアウトの時間なのでフロントに向かいます。今回の宿泊費ですが、平日の大人1名あたり1泊2食付き15,400円に入湯税150円と生ビール等の旅館内での飲食代になります。支払い方法は現金の他にクレジットカードと PayPay の決済が可能となっております。ちなみに宿泊費は事前に支払い済みなので、当日は入湯税と生ビール等の館内飲食代のみの支払いとなります。今回は伊豆市土井にあります土井温泉畳の宿湯の花亭さんにお邪魔させていただきました。料理の種類も多く、夕食朝食ともに部屋食で1名あたり15,400円はかなり安いのではないかと思います。畳が敷いてある露天風呂も一度体験する価値ありですよ。また西伊豆や土井は夕日が有名なので、せっかくこちらに来たのであれば浜辺や先ほどの建物から夕日を見ることをお勧めいたします。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたりコメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お世話になりました。